Thank you for watching my video. I'm 京之助。イェイイェイイェイ。ということで、こんにちは。京之助でございます。今日もご視聴ありがとうございます。皆さんからいただいたお便りを、元にご質問に答えていきたいなと思いますので、最後までぜひご覧ください。よろしくお願いします。はい、それではご質問答えていきたいと思いますけども、メガネを、ね、かけてたらね、目からビームみたいなのが出てるみたいになっちゃったんで、外しました、メガネは。はい。なので、また裸眼でいきたいと思います。キャロリーンさんからいただきましたが、これはね、ご質問等々なくて、応援メッセージみたいなのをいただきました。本当ありがとうございます。励みになります。すごい嬉しいです。しかも日本語でいただいてるので、すぐわかりました。甘やかされてる僕、嬉しい。LGBTQ の方を応援したいっていうことらしいんですけど、YouTube のビデオ、要はカミングアウトのね、動画を作ってくれてありがとうございますっていうのとかも書いてあります。本当キャロリーさんありがとうございます。頑張ります。またなんかあったらメッセージください。頑張ります。はい、それでは、お便り読んでいきたいと思います。龍崎さんからいただきました。ありがとうございます。しかもね、フランスからだそうです。ウェイ、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。で、日本語ですごい長文の日本語でいただきましてですね。ありがてえぜ。へへ。ですね。自分の場合は悩みとは言えないんですけどっていうのから始まってるんですが、ずっと男性として生きてきて、今まで特に何も問題なくずっと言いましたと。なんだけど大学に入ってから LGBTQ の知り合いができて、ここ数年女性になってみたいなと思い始めましたと。ほうほうほう。小さい頃よく泣いていた子で、父によく女みたいと言われた。いろいろちょっと言いたいことがあるけど、僕はちょっと先に進むね。その話は彼女の他に、誰も相談したことがなかったそうなんですけど、異性層をしてみたいと思ったけど、ちょっと人の目がちょっと気になるので、しなかったと。なんか、よくちっちゃい時からこうでしたみたいなのが、ちっちゃい時から女の子みたいだったからとかあると思うんですけど、どこでどう本来の自分に気づくかっていうのはやっぱ人それぞれあると思うので、もしかしたら龍崎さんはこの大学のこの LGBTQ のお知り合いができたことにより、本来の自分がちょっと出てきた可能性もありますよね。ただこのね、お父さんにね、よくね、泣いてたからってね、女みたいって言われたっていうのもね、これもね、ほんとね、悪しき風習でね、日本もそうなんですけど、男だから泣くなとか、女だからとか、すっげえいっぱいあるんですけど、お前泣かないの人間なのにみたいな。動物だって泣くぜっていう、ほんとね、これはね、マジ言いたいんですけど、いいじゃないか、男だろうが、泣いたって。で、なんか泣いたりすると、男泣きとか言うんですよ、日本は。はは、バカじゃねえの。涙。みんな同じ涙ですと思って、僕はいるんですけど、からそういうなんかこうちっちゃい時にそういう風に言われた、ここでね、書いてくれるってことは、それがショックだったんだと思うんですよ。それが、その LGBTQ のお友達ができたことにより、ちょっとこう自分の心が自由になったんだと思うんですよね。なったなって思ったんだと思うんですよ。なので、僕としては、真剣に考えなくても、楽しめばいいと思います。しかもだって、男らしいって何っていう話になるじゃないですか、だって。なんだろうね。僕も今一瞬、男らしいってなんだろうって言って考えてみたけど、男らしいってなんだろうね。それこそ女性らしい、女らしいっていうのもなんだろうなと思うんですけど、ご飯めっちゃ食うとかでもめっちゃ食う女の子もいるじゃん。
足がめっちゃ速い女性だっているし、逆に食が細いね、男の人だっているし、甘いものが好きな男の子だっていれば、いや、酒めっちゃ飲むしっていう女の子だっていっぱいいるわけだからさ。そう考えると、このお父さんにね、龍崎さんは言われたことによる、やっぱりね、ショックは大きいと思うよ。僕もそうですもんだって。やっぱね、親に言われるっていうのはね、すごくね、辛いです。なので、そこまで真剣に考えず、このお友達と異性層だったりとか、あとはその LGBTQ のイベントだったりとか行って、本来の自分を楽しめばいいと思います。全然なんか好奇心でもいいと思いますよ。やっぱね、知り合いでね、LGBTQ の知り合いができるっていうのはね、世界がめちゃくちゃ広がりますよ。僕自身、トランスジェンダーだけど、僕はね、中学の時の同級生がね、トランスジェンダーだったんですよ。その子も男の子で。でね、もうね、全然普通に男の子なんですけど、なんでこいつスカート履いてんのかなっていうぐらい、本当に男の子で、見た目が。でもその子は戸籍も変えて、生活してるんですけど、でもね、その子はね、すごいおしゃれだし、今カフェの店長やってんのかな。なんで、別になんか男らしい女らしいっていうよりも、なんかそいつらしい生き方をしてるなっていうだけなんで、そうだからね、龍崎さんもね、龍崎さんらしい、その、生き方でいいと思いますよ。いいじゃないですか。なんか今はね、そのコロナで、ちょっと、なかなか外に行ったりとか、パーティーとか、イベントとかもそれこそできないですけど、このコロナが落ち着いて、ワクチンとか薬とか予防策みたいなのがどんどんできた時に、またね、そのイベントだったりとか、コンサートとかライブとか、いろんなことが、また始まると思うんですけど、そうした時に、このお友達と一緒に、それこそ異性層をして、みんなでわーって酒飲む、みたいな、なんかこう、楽しいことがね、そういうことが多分あると思うんで、そこに参加して、よりこう自分の、なんて言うんだろう。自分らしさを見つけていったらいいんじゃないかなと思います。そうか、でも誰にも相談してこなかったのは、ちょっと、あれですよね。辛かったっすよね。でも、よかった、僕、お悩み相談の Google フォーム作って。よかった、龍崎さんみたいな人との悩みを聞くことができてよかったです。ありがとうございます。もうなんか逆に僕の方がありがとうございますです。はい。で、あとね、メッセージもいただきました。本当ありがとうございます。僕バージョンの千本桜の動画を見て、僕を知ってくれたそうなんですけど、なんか、僕のことはずっとね、ちゃんとね、男の子だと思ってくれてたらしいので、見る目がある。いやーもう嬉しい。京之助の特徴は声の高さ以外にいっぱいあるよっていう風に書いてくれてます。ありがとうございます。もう、いやー頑張れるな嬉しい。はい。なので、龍崎さんも、真剣に悩むのももちろんいいんですけど、それだとちょっと心が疲れちゃう時があると思うので、ゆったり自分らしく、これからも、楽しんで、LGBTQ のね、お友達もそうですけども、みんなと楽しんで、過ごされてください。まだなんかあったら、お便りくださいね。ありがとうございます。はい。では次のお便り読んでいきたいと思います。漢字でね、書いてあるんですよ。こうゆうさんいやー、わかんねえ。もしかしたら日本語読みじゃないかもしんないな。ちょっとここにお名前出しておくので、今度なんかお便りくれるときアルファベットで振り仮名的なところを一つよろしくお願いします。ごめんなさい。名前読めなくて。ごめんね。私は翻訳を使用しているので、間違いがあった場合、全然、僕も翻訳機を使います。全然大丈夫です。
私もトランスジェンダーの男性で、いつか日本のエンターテインメント業界で働きたいです。公共の交流や契約に関してあなたにとって物事を容易にする特定のことがありましたか？翻訳機はね、こういうことがあるんだよな。難しいな。難しいな。トランスジェンダーとして、公に関わった時に、公に何か、契約をするときに、あなたにとって、自分にとって、簡単に何かできたことありますかみたいな感じなのかな。自分の日本語力。まず、トランスジェンダーであることに対して、日本ではまだ、マイナスだと思います、とても。なので、エンターテインメント業界っていろいろあると思うんですけど、僕、事務所に所属していないフリーランスなんですけど、所属したいなと思っていて、で、いろんな事務所のオーディションとか受けに行くんですけど、トランスジェンダーなんです。性別違和なんで、って言っても、そんなの関係ないからって言って、LGBTQ であるセクシャリティは全く無視されます。日本は。なので、ちゃんと、見た目が男の人だろうが女の人だろうが、元々の性別になぜか固執されるので、すっごいやりにくいです。なので僕はテレビが嫌いです。なので、そうだな。何になりたいかによると思うんですけど、本当に日本はとかく住みにくい。LGBTQ とか、こういう、ちょっと、いわゆる普通ではない人間は。漫画家さんでね、鋼の錬金術師とか、銀のさじとか、あと、それこそ、ね、鬼滅の刃すごい流行ってますけど、の作者の人が女性って分かっただけでめっちゃくちゃ荒れるんですよ。意味わかんなくない？どうでもよくないだって。その程度なんですよ、日本は。なので、でもただ、こういうさんかな三ゆさんかなごめんね、ほんと何回もごめんね、名前呼べなくて。でも、エンターテインメントの、日本のエンタメの業界で働こうって思った時にもうちょっともしかしたら、LGBTQ に関して、もう少し理解が深まって、働きやすくなってたらいいなって思ってます。それも視野に入れて、僕とかちょっと微力ながらですけど、ああいう風にカミングアウトの動画を投稿したりとか、ちょこっとずつ、知ってる人、わかる人、いっぱい増えていったらいいなと思ってます。可能性はゼロではないので、僕みたいにね、クソーって思いながらこうやって生きていってる人間もいるし、それこそそうだな、性別を全く出さないで歌手活動をしてる人だってもちろんいるし、みんなそれぞれやり方はもちろんあると思うので、これはちょっと頑張って模索しながら、そんな名前がそんな君を応援しております。吉立京之介は君を応援しております。ここに名前が出ております。はい。なので、お便りありがとうございました。これだけかな？でね、メッセージでね、誇りに思いますって言ってくれてます。ありがとうございます。またなんかあったら、お便りください。ありがとうございます。はい、それでは次のお便り読んでいきたいと思います。マデリアインさん。マデリアインさんです。声が低いのが悩みっぽいんですけど、
日本語だと声が高いか低いかっていう風に表現するんですけど、かなでいいのかな。話すときと、あと歌うときに、日本語話すとき、僕ね、英語話すときに声が高くなっちゃうのが嫌なんですよね。ちょっと気をつけようと思って。ちょっとこう、かっこよくこう、Hello ちげえな。僕の話はいいんですよ。なので、何か役立つ情報ありますかっていうことなんですけど、こう、声って、こっから出すのと、こっから出すのと、こっから出すのと、待ってね。こっからってやめよう。頭のてっぺん、おでこ、鼻、口、腹の4つで出すんです。もうちょっと出すんだったかな。僕は4つで覚えてるんですけど、出すんですけど、声を高くしたい場合は、多分、腹から出すと、腹からとかこう喉から、口から、こっから下から出すと、低くなっちゃうと思うんですよね。なんですけど、この鼻とか、この頭の方から出すようにすると、ちょっと声が、あーってこの鼻のね、ここら辺から今出してるんですけど、こうすると、声がちょっと、高くなる感じに聞こえるかななんですよね。ただ、それを、口とか、お腹から出そうとすると、ちょっとこう、低く、ぐっと聞こえると思うんですよね。それを意識して、なるべく話すように、歌うようにするといいと思うんですけど、一番いいのは、もう変声期を迎えてしまってる、お嬢さんたちは、ミックスボイスっていうのがあるんですけど、ちょっと僕おすすめの動画貼っときますね、下に。ミックスボイスっていう、その声の出し方があって、僕ちょっと今ごめんなさい、ちょっとできないんですけど、それを、なるべく頑張って出せるようにすると、高い声、裏声ではないけど、高い声っていうものが出せるようになるので、それはね、ちょっと大変だと思うんですけど、歌を歌ってるって言ってるんで、多分、できんじゃないごめんね、めっちゃもう、適当なわけではないんだよ。歌をやってるっていう、一言書かれると、歌やってんだったらできると思うよってなっちゃうんですよ。なので多分大丈夫と思います。ちょっと練習してみるのがおすすめかなっていう感じです。ちょっと僕は今のところこのぐらいの情報しかお伝えすることはできないんですけども、ちょっとぜひ頑張ってみてください。はい。ということでございました。大丈夫だったかなこんな感じで大丈夫だったかなまた何かあったら、質問をしてください。ありがとうございました。吉田で京之介の動画をご覧くださいましてありがとうございます。このサブチャンネルの他に本チャンネルでは、僕の本業はボーカリストなんですけども、そのライブ動画だったりとか、あとオリジナル曲聴けたりとか、あとは歌ってみたの動画だったりとか上げておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そして、いいねボタン、サブチャンネル、本チャンネルともにチャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。Hi guys! Thank you for watching! Don't forget to like the video. Please subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.